こんにちは、さゆりです。今回は50の質問に答えていきたいと思います。皆さんは会話が得意ですか？突然質問されて答えに困ったことはありませんか？私は、こうやってポッドキャストをやっているんですけど、そんなに、なんですかね、話し上手ではありません。今も練習中です。おそらく日本人がどういう質問をするかっていうパターンが分かれば、答えられるものが多いと思います。はい。それを見つけたゆうゆうさんが、50の質問の動画を撮ってくれたので、私はそれに答えていきたいと思います。ゆうゆうさんの動画のリンクは概要欄に貼っておくので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。今回私は5秒間の間に答える練習をします。で、ゆうさんの動画には3秒間と5秒間と15秒間のものがありました。今回私は真ん中の5秒間で頑張りたいと思います。答えた後に間があっても気にしないでください。逆に答えてちょっと時間が足りなくなっても気にしないでください。はい。はい。まだ私は質問のすべてを見ていません。だから一発本番で撮っていきたいと思います。頑張ります。それではどうぞ。なんて呼べばいい？さゆりとかさゆりさんって呼ばれることが多いよ。なんて呼べばいい？どこに住んでる？大阪に住んでるよ。大阪でも結構市内の方。どこ？出身はどこ？四国の香川県っていうとこだよ。四国行ったことある？日本好き？日本大好き。ご飯が美味しいし、自然が綺麗だし、安全だから。好きなアニメある？最近全然アニメ見てないかも。なんかおすすめのアニメある？生魚好き？生魚大好き。寿司とか刺身特に大好き。コーヒー飲める？コーヒー毎朝飲むよ。最近はね、朝入りのコーヒーを飲むことが多いよ。虫大丈夫？虫は大丈夫。でも、触るのはあんまり好きじゃないかな。好きな動物は？好きな動物はペンギン。でも、鳥が好きかな、全般的に。何が好き？何か趣味とかある？趣味は、散歩あとはハイキングとかかな。食べられない野菜ある？特にないかな。何でも食べるよ。今日何時に起きた？今日は6時ぐらいに起きたよ。結構早起きなんだよね。朝方？夜型？昨日何時に寝た？昨日は、9時ぐらいにはもうベッドに入ってたかも。ちょっと疲れてたんだよね。眠い？いや、今はもう眠くないよ。なんか、昨日すごいいっぱい寝たから大丈夫。今お腹空いてる？今ね、ちょっとだけお腹空いてる。これが終わったら、チーズケーキ食べる予定なんだ。もう晩ご飯食べた？まだ食べてないよ。まだね、お昼ご飯も食べてない。もう今日の勉強、仕事終わった？今仕事中。で、この後も、仕事があるよ。昨日、学校、仕事あった？昨日、仕事あったよ。昨日はね、いっぱいショート動画を撮った。学校、仕事、きつかった？きつくはないけど、いっぱい撮ったから疲れた。休みの日って何してるの？休みの日は、できるだけ家を出て、どっか遊びに行く。ちょっと長い休みあったらどこ行きたい？ちょっと長い休みあったら、温泉旅行もいいし、今はちょっとハイキング旅行に行きたいかな。暇な時何してるの？暇な時ないよ。暇な時はないかな。寝てるかな。君の国ってどんな国？日本は、すごく綺麗で、さっきも言ったけど食べ物が美味しくて、やることもいっ君ぱいある。の国の料理ってどんなの？もうほんと何でもあるよ。日本料理ももちろん美味しいけど、君の国って物価高い？どうだろう。他の先進国と比べたら安いと思うよ。家の近くに何がある？家の近くにはね、公園とかスーパーがあるよ。コンビニもある。家から学校、職場ってどれくらいかかるの？
家で働いてるから特に通勤時間はないかな。だからベッドから机まで。日本語の勉強で何が一番難しいと思う？日本語の勉強でやっぱ漢字とかオノマトペとかフィラーかな。休みの日にやりたいことといえば？休みの日やりたいこと、散歩とかちょっと出かけたり、さっきも。今日起きてからまず最初に何した？まずはじめに、水を飲んだ。その後コーヒーを入れたかな。違おう。腹が空くとどうなる？お腹が空くとね、結構不機嫌になるから空かないようにしてる。明日何するの？明日はね、休みだからまだ予定は決めてないかな。プールに行こうかな。昨日何してた？昨日はね、仕事してたよ。そのショート動画いっぱい撮ってた。普段寝る前何してる？寝る前は電気を消して、ぼーっとするようにしてる。最近どう？最近、いいよ。旅行から帰ってきたばかり。最近困ってることある？困ってることは特にないかな。なんかある？日本以外の海外に行ったことある？あるよ。多分10カ国か10カ国ぐらいあるかな。日本の接客ってやっぱりいいと思う？まあ、丁寧だよね。で、こちらが丁寧にすれば相手も丁寧になります。どうやって漢字勉強してるの？もう小学校でね、習ったからね。特に勉強はしてないけど、忘れないように。おすすめの日本語勉強法ってある？おすすめの日本語勉強法？やっぱり、日本人と話したり、ドラマとか見ることじゃない。どうして日本語の勉強を始めたの？日本語の勉強はしてないんだけど、小学校で習ったよ。全然ダメだ。週末何してるの？週末はよく働いてるね。土日に出かけるの好きじゃないから働いてる。今週末の予定は？今週末の予定は仕事かな。もし1000万円拾ったら何に使う？1000万円拾ったら、投資にぶち込むかな。もし生まれ変わるなら何になりたい？生まれ変わるなら、また人間がいいんじゃないかな。どうだろ理想のタイプは？理想のタイプ。元気な人が好き。かな。今恋人欲しい？それってさ、なんかいない前提の質問だよね。今どこ行きたい？今はね、ちょっと外に行きたい。今日天気がいいから散歩したいな。何か僕に聞きたいことある？なんだろう。いつ日本に帰ってくるの？ゆうさん。50の質問やってみてどうだった？結構難しいよ、これ。ちょっと被ってる質問もありましたよ。はい、とても楽しかったです。うまく答えられない部分もたくさんありました。さっきゆいさんが聞いてくれた質問はとても一般的な質問です。だから答えられるようになると、会話の時に困らないかなと思います。そういうなんかテンプレートみたいな感じで自分の答えを用意しておくと、会話がね、スムーズにいくかなと思います。私もまだまだだなと思いました。ここからは自然に会話をするためのちょっとした気づきを話します。で、実際に会話となると自然な間やフィラーは必要だと思います。あと相槌もかなり大切ですね。例えばフィラーというのは、とか、とか、とか、そういう音ですね。で、これがないのが、なんか、いいってされている風潮、なんかこれがないのが、聞きやすい話し方だっていう風潮があると思います、最近は。でも私はこのフィラーは必要だと思います。なぜかというと、これを言わないと考えられないんですよね。で、なんか言わなかったら本当に YouTuber みたいな喋り方になると思うんですよね。で、こういうポッドキャストとか YouTube はほとんどの人はカットしてます。フィラーを言わないように練習しているかカットをしています。でも実際にその人と話すときにフィラーがない人だと、ちょっとなんかロボットと話してる AI と話してるような気もするのも
個人的な感想であります。だから、なかなか言葉が出ないときは、フィラーを使ったりしてください。あと、会話の時に相槌や表情もかなり大切だと思います。それは会話の動画を見たり、ドラマを見たり、その人の表情を、研究して学ぶ。もしくは、日本人の人と実際に話して、そこから何か気づくことがあるかもしれません。だからもし機会がある人は、日本に住んでいる人は積極的に日本人と話したり、ちょっと外国に住んでいるよっていう人は、オンラインで先生を探したり、言語交換の相手を探したりして、実際に話す、機会があるといいですね。やっぱり会話が上手になるには、会話の数をね、こなさなきゃいけないかなと思います。これからも頑張って日本語の勉強を続けましょう。はい。では今回も最後まで聞いてくれてありがとうございました。ではまた次のエピソードで。バイバーイ。これね、真っ黒クロスケ。トトロの。可愛くない？